皆さん、おはようございます。浩平です。今日もよろしくお願いします。今日は自己紹介、挨拶で使う言葉についてお話ししようと思います。お話しする言葉は、はじめましてと、おはようございます、こんにちは、こんばんはといった言葉です。どういった時に使うのか、いつ使うと正しくて、いつ使うとちょっと良くないのか、そういったことについてお話ししようと思います。私は今、インドネシアで実習生、あと特定技能の生徒も時々教えているんですけれども、実習生とか特定技能は会社が決まる前に会社の人と面接をするんですね。で、その面接を、私はよく見るんですが、その面接の時に必ず、はじめましてとか、おはようございますとか、こんにちはとか、使いますよね。時々間違えている人がいるので、これを機に覚えていってもらって、みんな正しい挨拶ができるようになればいいなと思って、ビデオを作っています。前回の動画は見ていただけましたでしょうか？前回の動画では、おはようございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。これの使い方について説明しました。これは自己紹介じゃなくて、日常会話で声をかけるときの使い方。今日は自己紹介。自分の名前を名乗る。自分がどこから来たかとか、面接だと将来の夢とか、どこで働きたいかとか、どれくらい稼ぎたいかとか、どれくらい働きたいかとかを実習生とか説明するんですけど、そういった時の一番最初の言葉、それがはじめましてなのか、おはようございますなのか、どっちを使えば正しく相手に伝わるのか、これについてお話ししようと思います。実習生とか特定技能の人、あとこれから勉強して日本で働きたい人、今日本にいてこれから仕事で自己紹介の機会がたくさんある。そういった人を見てもらいたいですし、あと学校の先生ですね。先生は特に毎日日本語を教えると思うので、先生たちが正しく使うことができれば、生徒たちも正しく日本語を勉強することができると思うので、ぜひ皆さん勉強して、何か質問があれば最後にコメントとかをしてもらえたらいいなと思います。まず、それぞれの言葉の意味についてお話しします。はじめまして。漢字で書くと、初めてという漢字が入ってますよね。その名の通りで、長く言うと、初めてお目にかかりましてっていう意味があるんです。お目にかかるっていうのは会うっていう意味なんですけど、初めて会いますよねっていう挨拶なんです。英語とかだと、nice to meet you。あなたに会えて嬉しいですとか、そういった意味があるんですけれども、日本語はちょっと言葉のニュアンスが違うのかなと思います。ただ、初めて会う人に対して使う言葉っていうことには変わりはないので、その人に初めて会う場合は、必ず、はじめましてを使うようにしてください。これちょっと最近調べて面白かった話なんですけど、はじめまして、手で終わってますよね。手形というか、日本語には手形という言葉があって、見てとか食べてとか、その後に言葉が続くような文法なんですけど、これもはじめましてといった形で、ここで文章が終わらないんですね。英語とかだとそこで文章が終わるんですけど、日本語だと終わらないと。なので、日本語は、はじめましてって言った後に何かを話すんですね。話すというか、話しやすい文章になっています。これ、ちょっと見た時に確かにそうだなと思って、そういえば、はじめましたとか、初めて会いましたとかではなくて、初めて会いますとかでもいいですよね。長い言葉で言うと、初めてお目にかかります。なので、すで終わってるんですが、ここははじめまして手で終わっているので、その後も言葉を続けやすい。イントネーションとかアクセントとかも含めて、その後に話しやすいような、便利な言葉になっています。そういった意味もあって、相手に初めて会うときは、はじめましてを使うようにしてください。じゃあ、おはようございますとか、こんにちは。これいつ使うのか。これは自己紹介の時に使うことはできます。ただ、それは相手が初めてじゃない場合ですね。その前に軽く挨拶をしているとか、改めて自己紹介お願いしますと言われて、みんなの前で自己紹介するとか、そういった時におはようございますとかを使うことができる。完全に初めての時は初めまして。実はそうじゃないっていう時は、おはようございますとかこんにちはを使ってください。シチュエーションと例文を含めて見ていけたらいいなと思うんですけれども、1対1の挨拶の場合、初めて会う人、これは初めましてを使ってください。例えば、初めまして、浩平です。よろしくお願いします。これで OK です。すごくシンプル。はじめまして、名前です。よろしくお願いします。これで OK です。これ簡単ですよね。あと、ビジネスとかの場面で相手の立場が高い。自分が下で相手のが高いっていう時は、何々ですっていうよりは、何々と申します。と言った方がいいです。
はじめまして、浩平と申します。ちょっと浩平は下の名前なので本当は良くないですが、はじめまして、浩平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こういった形ですね。少しだけ日本語が変わってきます。これ N4 ぐらいで敬語とかいろいろな言葉を勉強すると思いますが、そういうシチュエーションに応じて、ですと申しますを使い分ける。こういったものも必要です。ですが、はじめましてという言葉は丁寧な言葉に変わりはないので、そのまま使って OK です。これ時々間違えてる人がいるんですけど、私の名前は何々と申します。これはあんまり良くないです。私は違和感を感じています。私にとっては違和感があるフレーズなんですね。私の名前は浩平と申します。私の名前はって言ったら、その後は何々ですと言ってほしいです。主語が私の名前なので、申すっていう、その動詞を使うことはできないんですね。私は何々と言いますの丁寧な形で、と申しますを使っているので、私の名前っていう、ものというか、人ではないものが主語に来ている場合は、そのまま後ろはですを使うべきなので、私の名前はと言ったら何々ですと言ってください。もうそれで完璧。次に、面接の場合、実習生、特定技能、それ以外でもありますよね。高度人材とか、擬人国のビザを持った人とか、いろいろなところで会社の人と面接をする。面接を受ける場面多いと思います。そういった時は気をつけてください。相手が完全に初めての場合は、初めましてを使う。その前に、簡単に挨拶をしている。ああ、今日よろしくね。みたいな感じで挨拶をしている場合は、初めましてではないんですね。初めましての挨拶はもう終わっているので、それは時間に合わせて、おはようございます、こんにちは、こんばんは。どれかを使ってください。昼だったらこんにちはだし、夜だったらこんばんはを使えばいいかなと思います。自己紹介のフレーズとしては、はじめまして。私の名前は浩平です。本日はよろしくお願いします。こんな感じでいいです。面接の時はこれでいきましょう。さっきも言った、はじめまして浩平です。これでもいいです。はじめまして浩平です。よろしくお願いします。これでも大丈夫。特に失礼なニュアンスはないですね。ただ、面接とはいえ、まだビジネスの場ではないので、はじめまして、私は浩平と申します。本日はよろしくお願いします。これはちょっとやりすぎかなと思います。シンプルに私の名前は何々です。私は何々です。これでいいかなと思います。面接の時は、丁寧形を使えば失礼になることはないと思うので、はじめまして、おはようございます。この部分だけ気をつけましょう。例えば昼だったら、こんにちは。私の名前は浩平です。本日はよろしくお願いします。これでいいです。はじめましてと言ってしまうと、あれさっきあったよねってなってちょっと変な感じになってしまうので、それは気をつけた方がいいのかなと思います。それでは最後、スピーチとかそういった場合です。私が一人、聞いている人がたくさんいる。そういった場面ですね。実習生特定技能の人、日本に行ってコンテストに参加する機会もあると思うんですね。会社を代表していくとか、学校を代表していくとか、スピーチコンテスト、あとディベート大会とか、そういったものがあると思います。そういうシチュエーションでの挨拶。これは聞いている人が初めて会う人が多いのか、知っている人が多いのか、これで分けちゃっていいと思います。初めての人が多い場合は、初めましてでいいし、もう知っている人がたくさんいる場合は、おはようございますとか、こんにちはとか。知っている人だったら、そのまま始めてもいいかもしれないですよね。相手が皆さんの時は、皆さんって最初につけた方がいいと思います。例えば、ABC という名前の会社を代表してスピーチをする場合、皆さん、はじめまして。私は ABC の浩平です。本日はよろしくお願いします。これで大丈夫。何かを代表している場合、学校を代表しているとか、会社を代表している場合は、スピーチの時は、何々の何々です。と言った方がいいですね。相手が知らない人たちばかりの時は、皆さん、はじめまして。私は ABC の浩平です。本日はよろしくお願いします。これでいいと思います。さっきから言っている本日。これも大切な言葉で、今日はより本日はの方が丁寧な印象があるので、本日というようにしましょう。ちなみに、スピーチの前に一回紹介があった場合、司会の人がいますよね。続いては ABC の浩平さんのスピーチです。浩平さんは ABC で2年働いていて、わーっていう形で、一回紹介があってみんながもう私について知っているとき。この時は、はじめましてでもいいけど、なんかちょっと違いますよね。もう知ってるし。そういう時は、改めましてという言葉があります。これはビジネスの場で使うことが多いですが、一回紹介があった後に使うフレーズとしては、すごく丁寧でいい言葉です。例えば、改めまして、
ABC の浩平です。本日はよろしくお願いします。こういった形で使っちゃって OK です。どれもすごく丁寧な言葉なので、失礼になることはないんですが、今が初めてなのか、初めてじゃないのか、もう紹介をもらったのか、そういったところで分けてもらえると、聞いている人が違和感なく、そのままスピーチとか自己紹介を聞いてもらえる。そういった言葉ですね。という感じで、3つのシチュエーションに分けて、はじめまして、おはようございます、こんにちは、こんばんは。あと改めましての使い方を説明していきました。はじめましてとおはようございますは結構間違って使っている人が多いので、これを機に、先生たちは、しっかりと教えてあげて、これから勉強するよ、これから自己紹介するよっていう人は、自己紹介の練習の時にしっかりと気をつけて、でも気をつけすぎるとパニックになってしまうので、間違えてもいいかぐらいの気持ちで勉強して自己紹介してもらえるといいかなと思います。最初の挨拶は自己紹介の大切なところです。そこで間違えてしまうと準備不足かなとかあまりいいようにいかないと思うので練習をして、自己紹介完璧にしていってください。これから自己紹介についてのフレーズを紹介するビデオをいくつか作ろうと思っています。それを見れば、自己紹介について面接を受ける人たち、面接を受ける人を教える先生たちがしっかりと勉強して学んで実践して、みんなが正しい自己紹介をできるようになるのかなと思うので、ぜひ、友達で練習している人がいたらシェアしてもらえると嬉しいです。ちなみに私ビデオの最初でおはようございますと言っていますが、朝見てくれてるかなっていう予想でおはようございますと言っています。はじめましてって言ってもいいんですけど、2回目見てる人たちは初めてじゃないので、一応おはようございますを使うようにしています。そういった形で、今日のビデオは終わろうと思います。この動画のスクリプトを、パトレオンに載せようと思っています。スクリプトを見ながら、勉強したい人はぜひパトレオンの方にも参加してください。パトレオンの方では、会話の練習をしたり、あと文法の動画を上げたりと、いろんな日本語の勉強ができるようになっています。また、日本語を勉強している友達に会うこともできるので、ぜひ参加して、みんなと一緒に日本語の勉強をしていってもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。あと、インスタグラムとかもやっています。この YouTube も他の動画、いろんな文法についてとか言葉とか文化について教えているので、他の動画、インスタグラムの方も見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。